もしあなたが退職金は老後資金の最後の頼みだと思っているなら、少しだけ危険です。なぜなら、その退職金が想像より500万円、1000万円少なかったと分かったとき、老後の計画は一気に崩れてしまうからです。ゴールデンウィークが明け、本格的に日常の仕事が始まりました。通勤電車に揺られながら、ふと、あと何年この会社で働くのだろう。自分の退職金はいくらもらえるのだろう。そんな風に考えたことはありませんか？ニュースやネットの記事では、大企業の退職金は2000万円などと言われますが、それはあくまで一部の恵まれた環境の話です。実際の自分の退職金見込み額を見て、世間のイメージとの大きなギャップにショックを受ける50代は、決して珍しくありません。しかし、もしあなたが今、うちの退職金は500万円もないかもしれない。老後資金が圧倒的に足りないと悩んでいるなら、どうか安心してください。この動画を最後まで見ていただければ、退職金格差の現実を正しく知ると同時に、それをただ嘆くのではなく、最新の法改正を武器にして、老後資金の差を自力で埋める、50代からの2026年戦略がはっきりとわかります。特に後半では、でこのメリットを生かしやすい人と、逆に受け取り方に注意が必要な人の違いまでお話しします。ここを知らずに始めると、せっかく積み立てたお金の受け取り方で、後悔する可能性があります。退職金が少ない人を不安にさせるための動画ではありません。今からでも打てる具体的で現実的な手があること、そして会社に依存せず自分の足で立つ方法をお伝えします。通帳を見せろと迫る必要もありません。無理な節約で今の生活を苦しくする必要もありません。知っているか知らないか。ただそれだけで10年後の未来は大きく変わるのです。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、50代退職金500万円以下の現実。老後資金の差を埋める2026年の大逆転戦略についてです。まず最初に退職金のリアルな現実についてお話しします。世間では老後2000万円問題の解決策として、退職金で一括で補えばいいと安易に語られることがあります。しかし現実はそんなに甘くありません。厚生労働省の調査などを詳しく見ると、大企業と中小企業の間には大きな退職金格差が存在します。大学を卒業してずっと同じ大企業に勤め上げた人なら、確かに2000万円近い退職金が出るかもしれません。しかし中小企業に勤めている場合、同じように定年まで働いても退職金が1000万円を切るケースは多々あります。さらに今の時代退職金制度自体がない会社もあります。また一つの会社で定年まで働き続ける人ばかりではありません。キャリアアップのために転職を経験した人、やむを得ず非正規雇用として働いてきた期間がある人、会社の業績悪化で退職金制度が途中で変わってしまった人、そういった様々な理由が重なり、いざ定年を迎える時になって、退職金が500万円以下にとどまるケースや、そもそも退職金制度がないケースも、決して珍しくありません。これに追い打ちをかけるのが、物価上昇が続く時代のインフレです。仮に500万円の退職金が出たとしても、毎年物価が上がり続ければ、10年後に今の500万円と同じ価値を持っている保証はどこにもありません。お金の額面は減らなくても、買えるものは確実に減っていくのです。つまり会社の退職金だけに頼った老後設計は、そもそも非常にリスクの高い考え方になっていると言えます。一番怖いのは、退職直前になって初めて、この金額では足りないと気づくことです。住宅の修繕費、親の介護費、自分たちの医療費、そして毎月の生活費、そのすべてを、少ない退職金と年金だけで賄う現実が、突然目の前に現れます。その時に、あと10年早く知っていれば、そう後悔しても、時間だけは取り戻せません。じゃ、退職金が少ない自分を、もう老後破綻するしかないのか。そう悲観する必要は全くありません。
なぜなら国は私たちが自力で老後資金を作るための強力な制度を用意しているからです。それが今回の動画の最大のテーマ。2026年12月に予定されているiDeCoの大改正です。iDeCoつまり個人が多額定拠出年金は自分で掛け金を出して運用し、老後の資金を作る制度ですが、今回の改正で50代にとって決定的なゲームチェンジャーとなります。ポイントは大きく2つあります。1つ目は加入可能年齢の引き上げです。これまでiDeCoは原則65歳未満までしか加入できませんでした。しかし今回の改正で一定の要件を満たせば、70歳未満まで延長される予定です。これまで50代後半から始めても期間が短くて意味がない。手数料ばかりかかって損をするかもしれないと諦めていた人にとってこれは朗報です。例えば55歳から始めたとしても、70歳までの15年間という十分な期間、運用と節税のメリットを受け続けることができるようになるのです。2つ目のポイントは拠出限度額の引き上げです。これまで会社員など第2号被保険者の場合、企業年金の有無によって掛け金の上限が細かく少なく制限されていました。しかし今後の改正により、会社員など第2号被保険者については、企業年金との合計枠を含めて、原則月額 6.2 万円へと引き上げられる予定です。ただし、勤務先の企業年金の有無や、会社側の掛け金によって、実際に自分がiDeCoへ拠出できる金額は変わります。また自営業者などの第1号被保険者は、国民年金基金などと合わせて月額 7.5 万円が上限となります。この長期間かつまとまった金額を積み立てられるという変化が、退職金格差を自力で埋める大きな助けになるのです。では、なぜiDeCoはそれほど強力な武器になるのでしょうか。ここからは、退職金が少ない人だからこそ活かせるiDeCoの具体的な戦略と注意点についてお話しします。iDeCoの最大の魅力は、強力な節税効果にあります。毎月の掛け金が全額所得控除の対象になるため、積み立てを行っている間、毎年支払う所得税や住民税が安くなります。手取りの収入を増やしながら、老後の資金を作ることができる。これがiDeCoの大きなメリットです。例えば年収500万円で所得税と住民税の税率が合わせて 20% の方なら、毎月 6.2 万円、年間 74.4 万円を積み立てることで、毎年約15万円もの税金が戻ってきたり安くなったりします。これを15年間続ければ節税額だけで約225万円になります。運用益とは別に税金が安くなるだけでこれだけの効果があるのです。そして受け取るときにも重要なポイントがあります。iDeCoを一時金としてまとめて受け取る場合、退職所得控除という非課税の枠を使うことができます。これは勤続年数やiDeCoの加入年数に応じて、いくらまでなら税金がかからないかという枠が計算される仕組みです。ここで非常に重要な事実をお伝えします。会社の退職金が少ない人や、退職金制度がない人の場合、この退職所得控除を生かしやすい可能性があります。ただし、実際にどれだけ税負担を抑えられるかは、会社の退職金の金額や、iDeCoの加入期間、受け取り方、受け取り時期によって変わります。そのため、必ず非課税になると考えるのではなく、自分の場合はどうなるのかを、事前に確認することが大切です。退職金が少ない人だからこそ、税制メリットをうまく活かせる可能性がある。これが知っておきたいポイントです。ただしここで安心するのはまだ早いです。iDeCoには50代が必ず知っておくべき大きな落とし穴があります。これを知らずに飛びつくと、かえって後悔することになります。まず、iDeCoは老後資金を作るための特別な制度であるため、原則として60歳以降になるまで、お金を引き出すことができません。また加入期間などによっては、60歳になってすぐ受け取れない場合もあるため、事前確認が必要です。今回は70歳まで積み立てができるようになりますが、一度入れたお金は途中で自由に出し入れできない資金拘束があります。
日々の生活費や急な病気など、いざという時に必要になる生活防衛資金は、iDeCoとは別に銀行預金などでしっかりと確保しておく必要があります。次に、運用商品の選び方です。iDeCoでは、定期預金のような元本保証の商品も選べますが、それだと、インフレによるお金の目減りには勝てません。一方で投資信託などを選んだ場合は運用リスクが伴います。相場の状況によっては、元本割れをする可能性もあるため、ご自身の許容できるリスクの範囲内で商品を選ぶことが不可欠です。そして最も注意すべきなのが受け取りのタイミングです。会社の退職金とiDeこの一時金を両方受け取る場合、受け取る時期や順番によって、かかる税金の計算が大きく変わります。これを防ぐためには、会社の退職金とiDe小一時金を同じ年や近い時期に受け取った場合、退職所得控除の計算が調整されることを知っておく必要があります。以前は俗に5年ルールなどと呼ばれる考え方がありましたが、2026年以後は老齢一時金と退職手当等の関係について、より注意が必要になっています。つまり、何年空ければ必ず有利、この順番なら必ず得、とは一概に言えません。受け取り方やタイミングによって、税額が大きく変わる可能性があるため、必ず事前にシミュレーションし、必要に応じて税理士や金融機関、iDeこの公式情報を確認することが重要です。余裕資金がある50代の方、まずiDeこの所得控除で現在の税負担を減らし、必要に応じて売却しやすい新NISAもハイブリッドで活用する。これが2026年以降の賢い老後資金戦略の一つになります。それでは今日の非常に重要なお話をまとめます。退職金格差を自力で埋め、老後資金を守るために、覚えて帰っていただきたいポイントは以下の4つです。1つ目、退職金が500万円以下のケースや制度がないケースは決して珍しくない。会社の退職金だけに頼る老後設計は今の時代リスクがあること。2つ目、2026年12月のiDeCo大改正により、一定の要件で70歳未満への延長と限度額の引き上げが予定されており、50代からでも老後資金作りと節税効果が期待できること。3つ目、iDeCoは掛け金の全額所得控除という強力なメリットがある一方で、原則60歳以降まで引き出せない資金拘束や運用リスクがある点に注意すること。4つ目、退職金が少ない人ほど、iDeCo受取時の退職所得控除を生かしやすい可能性があるが、受け取り方やタイミングによって税額が大きく変わるため、必ず事前にシミュレーションを行うこと。いかがだったでしょうか。周りの人と比べて自分の退職金が少ないと知ったとき、不安や焦りを感じるのは当然のことです。しかし、会社の退職金が少ないことは、決してあなたの人生の負けではありません。過去の会社の制度やこれまでの働き方を嘆いても、手元のお金は1円も増えません。本当に大切なのは、制度を正しく理解し、今日から自力で老後資金を作り始めることです。制度は知っている人ほど、味方につけやすいものです。あなたが今日この動画を最後まで見た時点で、すでに老後への不安を和らげるための大きな一歩を踏み出しています。連休が明けて最初の週末、まずはご自身の退職金見込み額を正確に確認してみてください。そして、iDeCoのシミュレーションサイトで、毎月いくら積み立てればどれだけ節税になるのかを計算してみましょう。その小さな一歩が将来のあなたを助けてくれます。今日のお話を聞いて、自分の退職金見込み額を会社に確認してみます。遅いと諦めていたけれど、iDeCoの資料を取り寄せてみます。退職金が少なくても自力で作ればいいと勇気が出ました。そう思えた方はぜひコメント欄で、皆さんの決意や退職金に関する悩み、これからの行動計画を教えてください。皆さんの声が同じように悩む仲間の大きな力になり、私の動画作りの一番の力になります。そしてこの動画が、皆さんのこれからの資産防衛や家族の幸せを守る、一つの重要な羅針盤になりましたら、
ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が私がこの公開を続けるための原動力です。決して焦らず、今から打てる手札を確実に使いこなし、あなたの大切な資産と未来を守り抜いていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。